皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトシリーズで驚愕の値段で売られている作品を解説していきますよ。現在は販売されていなくてプレミアム価格がついているみたいなものだな。そう、同人ゲームソフトでは考えられないような値段がついたものが存在するのです。ゲームソフト以外にも衝撃のプレミアム商品があるので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、衝撃の高すぎる東宝作品は、東宝体験版シリーズです。東宝作品といえば、毎回体験版も CD で販売されるんだよな。そう、もちろんインターネットから体験版をダウンロードすることも可能です。そんな体験版はあまり配布されることはなく、東宝貨幣塚あたりからはかなり高価になっています。東宝貨幣塚は2005年8月、コミックマーケット68にて公開されたんだよな。ズンさんが東宝の制作を開始してから10周年を記念して制作リリースしたファンサービス的な作品。またこの作品の見た黄昏フロンティアのメンバーが東宝水無双の縁で制作スタッフとして参加しているんですよ。さらに貨幣塚のズンへのカラーリングを担当したのは、水無双や奇想天の立ち絵を担当したアルフズさんです。おー、前回の最高すぎるボロ絵で紹介した水無双や奇想天を描いた人か。貨幣塚は共同作品だったなんて知らなかったよ。またチルノイコールマル9のゆえんとなった作品。さらに東宝旧作から登場している風見優香が特別キャラとして登場しています。今作は、前作までの高魔教やヨーヨームやエイヤショーとは異なり、東宝プロジェクト第2作東宝夢時空を引き継いだ対戦型シューティングゲームなんですよ。ちなみに17年の時を経て Steam 版が登場しています。また本作では、IP アドレスを使用してのインターネット対戦機能を実装したバージョン 1.50A もベータ提供されました。おー、ネットで対戦ができるなんてファンとしては夢のような話だぜ。そんな東宝貨幣塚の体験版は2005年5月4日の白麗神社例大祭で販売。あまり変更点はないため、コレクションアイテムですね。そしてこちらの気になるお値段は、なんと約8000円。なんで体験版なのにそんなにも高いんだよ。逆ですね。体験版だから高いんですよ。単純に体験版は配布数が少ないんですよ。だからレア度が高く値打ちもそれなりにつくんです。なるほどね。よくよく考えると完成版の方が配布数が多く、レア度としては低いのか。そう、ナズーリンの言葉を借りるとレア度例ですね。我々人間と同じレベル？まず体験版は完成版と音楽やセリフが異なっているんですよ。さらにディスクで頒布されている東宝の体験版は、公式ページからダウンロードできる体験版と違いがあるんです。ゲーム起動時のロゴ画面がなかったり、パワー表記がなかったり、グレーズ音がなかったり、曲コメントがなかったり、現在のものと違ったり、曲名も違うものがあったりするんですよ。なるほどな。まさに純正そのものってことか。これは純子の純化でもつかなさそうだぜ。確かにね。また筆頭すべきは体験版ならではのジャケットですよ。貨幣塚ではミスティアローレライが最高に可愛い。なんで貨幣塚にミスティが抜粋されたのか。同じ鳥類の妖怪である社名丸綾とは面識があるからと思われます。あと東宝エイヤショーの東宝エイヤショー体験版プラスのジャケットもミスティだったり、書籍にもかなり出しているのでかなりズンさんのお気に入りなんでしょう。ミスティアローレライまさかの優遇キャラ？他にも東宝エイヤショーの体験版などの値段もやばい。東宝エイヤショーというと、基本的に妖怪と人間がタッグで異変を解決するといったガチな名作だよな。曲もみんなが知っているような名曲ばかりです。さらに6面ボスは2人もいて完全に集大成のゲーム作品。それもそのはず、東宝エイヤショーで実は東宝プロジェクトを終わろうとしていたから。嘘でしょ、それは衝撃の情報だよ。しかしこのエイヤショーから東宝プロジェクトの人気が大きく飛躍して作品を続投することになったのです。これはズン氏本人が言っていたので間違いありませんよ。そんな豪華で人気の作品、さらにかなり古いだけに体験版の値段はなんと、26,800円です。26,000円。パナソニックの2枚焼き対応の高機能オーブントースタービストロ NTD700 と同じ値段だと。いや例えやろ。本当に衝撃的な値段ですよね。同人ゲームの体験版がここまで値段が張ることを考えると東宝プロジェクトの凄さがよくわかりますよ。待ってそうなると東宝高魔教の体験版をどうなんだ？皆さん、この値段を聞くにはあまりにも刺激が強すぎるので心の準備を。なんと高魔教の体験版の値段は、45万円です。45万円はエグすぎる。本当に腰が抜けそうなほどの値段ですよ。45万円というと中古の車が買えるほど。もうミスティ肌が止まらない。東宝高魔教といえば言わずと知れた東宝プロジェクトシリーズウィン版初にして、東宝を知らない人でも知っている名曲揃い、そして東宝の顔といえる高魔館組が大活躍する究極の作品です。ウィン版初代にもなるとそれ相当の値段になるってことか。もし高魔教の名曲、キャラ設定、名言を知りたい方はこちらの解説付き BGM 収
集を見るといいですよ。まさか体験版でこんなにも値段がつくとは衝撃だったぜ。実際にゲームするなら半分しか遊べませんしね。ちなみにレイムさんが45万円あったら何買う？レイさんの脇鍵体験に使います。何の体験版なんだよ。それでは次に紹介する、高すぎる東宝作品は、道の花道の旅です。おー、ゲームソフトではなくて音楽作品の方か。そう、こちらは2011年5月の白麗神社例大祭で販売されたものです。その後のコミケでも再販されていますよ。同人サークル上海アリス弦楽団による音楽 CD のシリーズ作品であるズンズミュージッククールレクションの第 5.5 弾作品。道の花道の旅の道は道国のこと。現代においての東北地方のことを指すのです。こちらはズンさんが東日本大震災の復興をという思いで制作した CD。東北関東大震災の影響で例大祭8が延期となり、本来頒布予定だった新霊廟体験版の代わりに急遽発表されました。デザインもものすごくいいよね。こちらのお値段なんと駿河屋さんで約3万円。音楽作品でも3万円ほどするってすごいな。そう、こちらはそれだけの価値のあるエクセレントな作品。それにしてもなんでゲームソフトではない、音楽作品がこんなにも高いんだよ。こちらは他のものと違い委託販売はされていなく、同人ショップ等では買うことはできないから、2012年5月27日白麗神社例大祭、2012年8月11日コミックマーケット82、2016年8月13日コミックマーケット90、以上の上海アリス弦楽団スペースにて再販された程度なんですよ。また、ズンズミュージッククールレクションとしては初めてブックレットが存在しない作品。音楽作品ではブックレットに風クラブの宇佐美蓮子とマイリベリーハーンが不思議な体験を語るものとなっているぞ。ちなみにブックレットなし2つ目は虹色のセプテントリオン。ジャケットはレーベルのイラストと同じですが、このデジタル配信でしか得られないもの。この作品は冒頭でも言ったように、魅力あふれる東北の旅をテーマとしていて、本作と風クラブを通して東北への応援メッセージが込められているんです。CD ラベルには風クラブの2人と東北関東大震災によって甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島の喧嘩が書かれていますね。なるほど、この花は東北に咲く花が書かれているのか。あと言及はされていませんが、蓮子とメリーは帽子を脱いで胸に当てていて、東北で亡くなった人たちに向けて脱帽していることがわかりますね。本当だ。そういえば珍しく二人とも帽子を取っていると思ったらそういうことだったのか。またどこか悲しくも美しくアレンジされた無冠の鐘と明るく陽気な雰囲気にアレンジされた明日晴れの日。家の昨日を聞くとズンさんがどういう思いで作った作品なのかよくわかりますよ。うわぁ、めっちゃ聞いてみたいけど。イベント限定頒布の作品であり、新品在庫切れ以降は中古市場に流れているプレミア価格のついた品しか入手手段がなかったのですが、現在では Apple Music や YouTube Music から購入可能になったので、そちらで購入することをお勧めしますよ。音楽アプリなどでも購入することができるのか。それは嬉しい情報だよ。東宝プロジェクトはただのゲーム作品ではなく、人々の幸せも願う作品でもあることがわかりますね。プレイヤー側はその作品に触れてどう思ったのか、その思ったことをどう行動に移すかが大切になりそうだな。そうですね。改めて東宝プロジェクトというゲームは、幻想だけでなくリアルを感じさせて美しい作品だと思います。さて次に紹介する、東宝プロジェクトの高すぎる作品は、上海アリス通信バージョン 2.7 です。聞いたことないものだな。こちらは東宝映画賞の体験版予告ペーパー。映画賞告知ペーパーなんてあったんだ。東宝映画賞は先ほども紹介した通り豪華な作品だよな。そして連載の夜行が頒布された2003年12月30日のコミックマーケット65にて、体験版の予告として配布されたものです。体験版の予告が一体いくらするのかすっごい気になる。最近のヤフオクで、なんと30万円という高値で落札されました。なんでこんな告知ペーパーがこんなにも高いんだよ。まず配布数は確実に少なく、さらに綺麗な状態で残っていることがあまりにもレアだからでしょう。さらに公式で仙台白麗の巫女について言及されている数少ない資料の一つです。確かにそれは貴重だな。仙台巫女というと、ちょくちょく現在の東宝プロジェクトでも語られるキャラだよね。そう、書籍の方ではよく語られていて東宝暴月賞や、東宝茨河線などで言及しているのです。未だに謎が多くて、東宝プロジェクトの中でも屈指の謎ですね。凛之助は仙台巫女について知っていて、霊夢より真面目に巫女の仕事をしていたようです。しかし、霊夢のように名前で呼ばれることはなかったようですね。仕事に真面目すぎて、誰かと触れ合うことがあまりなかったということか。そうなると旧作の白麗霊夢のことではなさそうな感じがするな。現在もヤフオクで出品されていて、お値段は今のところ10万1000円でした。マジか、かなり安くなってるけどそれでも10万いくのかよ。ちなみに書かれている内容は、東宝光林堂の
内容とほぼ同じですね。しかしコレクションとしてやはりそれだけの値段になるんでしょう。欲しいところではありますが、数十万になるとさすがに手が出しづらくなりますよね。こうなったらじゃ1000の夜のバイトに行くか。一体何のバイトなんだよ。さて、ここからはさらに値段が張ってきますよ。次に紹介するのは東宝旧作 CD です。ついに出たか、東宝旧作シリーズ。こちらは公式ホームページにて注文できた商品、約4ヶ月で販売中止になったものです。4ヶ月だけ、めちゃくちゃレアだな。そう、数は少ないフロッピー版よりも見かける頻度は低いんですよ。こちらのお値段は本当にヤバい。心臓が弱い人は耳を伏せてください。おいおいガチでそんなレベル。なんとこちらのお値段、約300万円。嘘でしょ。300円じゃなくて逆にそっちの方が怖いわ。まさに超プレミア価格。東宝霊電、東宝風魔録、東宝夢時空、東宝幻想郷、東宝怪奇団の5作品がセットになったものでお得ではあるんですが、300万はマジでヤバい。というか、東宝旧作って現在の東宝と何が違っているんだよ。まず東京電機大学生で結成されたサークルアマセメントメーカーズ内で、1996年から1998年にかけて活動したブランドズンソフトから、PC9800 シリーズ上のMSDOS 用のゲームとして、5作品が発表されたのです。この時期に発表された5作品は旧作と称されたのですよ。なるほど、ズンさんが大学時代に作ったものなのか、当時のテクノロジーでかつ、大学生が作るレベルをとうに超えてるよな。学生時代からマジモンの天才ですね。ズンさんが所属していた台東の面接の際にこの作品を披露したそうですよ。こんなの絶対採用するしかないやん。そう、その頃超就職氷河期の時代で1万人応募して受かったのは、たったの5人。あとの4人も気になるな。巷では奇跡の世代と呼ばれていたとか。それ黒バスやないか。ちなみに怪奇団からウィン版の東方高魔境までは時間は大して変わってなくて、霊夢の年齢も変わっていないという設定があるんですよ。これらの作品は、アマセメントメーカーズ旧公式サイトで2002年9月まで販売されていました。ちなみに霊伝を除く4作品の体験版は、2016年11月現在でも同サイトからダウンロード可能なので、ぜひやってみてくださいね。ちなみに今私がプレイしているのは、体験版です。でしょうねー。また東宝旧作の面白いところはギャグやメタ発言が多かったり、わかりやすいパロディネタが多いところですね。パロネタはウィン版にもあるのですが、某漫画作品のキャラをなんとほぼそのまま登場させたりしていることも。そうなの？そのキャラクターがこちら。ほう、確か名前はエレンだよな。そう、このエレンはズンさんによるオリジナルキャラクターではなく、竹本泉さんの漫画恋するふわふわ娘、ふわふわなパチパチ、夜の月はふわふわに登場する、エレンふわふわ頭オーレウスが元ネタのキャラクターです。ネーミングセンス抜群すぎだろ。キャラ設定、魔法使用時のポーズなども元ネタであるエレンふわふわ頭オーレウスそのままなんですよ。ズンさんの竹本先生の愛がやばいな。ズンへはこの竹本先生スタイルを取り入れていますからね。ちなみに竹本泉先生は、あんみつ姫葵ちゃんパニック赤猫の悪魔などの代表作で知られています。またゲーム誌や男性コミック誌などでも活躍、ゲームのキャラクターデザインなどでも活躍し、メガ CD 用ソフトユミミミックスでは、脚本設定やコンテレイアウトなどを手掛けていますよ。ちなみに竹本泉先生が手掛けたスマートフォンゲーム人魚デイズがリリースしています。ゲーム作品としては10年ぶり、アドベンチャーゲーム風作品としては23年ぶりの新作とあって、旧来のファンにどよめきをもたらしたとか。竹本作品を触れてみるならこのアプリゲームをやってみると良さそうだな。前半のストーリーは無料で読めちゃうのですよ。それにしても300万ならギリギリ家買えちゃうレベルだよな。本当に鳥肌級ですね。また旧作 FD もやばい。こちらも約200万円。余裕で100万いくのね。そういえば、FD って CD と何が違うんだ？ FD とはフロッピーディスクの略ですね。フロッピーディスクとは、1970年代に登場した、プラスチックのジャケットに収められた1枚の磁気ディスクにデータの記録ができる記憶メディアのこと。またフロッピーディスクは、ディスクドライブ部分から記憶メディアのみ取り外して持ち運ぶことができるリムーバブルメディアですね。簡単に言うとカセットテープみたいなものです。ほう、カセットテープでゲームを読み込むことができるのか。安価で手軽ではあるんですが記憶容量も少なく、書き込み時間も数分から数十部かかることも少なくなかったようですね。ヤフオクでは時々単品で数十万円で売られているようです。しかもゲーム用 FD だけでも13万円ほど。ムキュムキュムキュ。東宝旧作は買わないと最後までプレイができないので、東宝プロジェクトマニアなら持っておきたい作品ですね。それにしても東宝旧作が300万もするなんて衝撃すぎたよ。マリサさんなら300万で何を買います？私なら、全額動物愛護に寄付する、かな。まさかの好感度を買う？それではラストに紹介するのは蓬莱人形 C62 番です。こちらは2002年8月のコミックマーケット62にて発売されたもの。ということは、東方高魔境と同じ時期に出たものか。
そしてオリジナル CD シリーズズンズミュージッククールレクションボリューム1ですよ。こちらは過去に制作された東宝シリーズのセルフアレンジや、オリジナル曲等が混在します。上海アリス弦楽団初の音楽 CD であり、それまでズンさんが作曲した楽曲の集大成とも言える作品ですね。これはプレス版でも絶対に欲しい作品だな。70枚しか存在せず、プレス版とはショートストーリーの内容が異なるようですよ。ほう、それは気になりすぎるな。ちなみにプレス版とは、原版を作成し、それを元にして大量生産されたもののことだ。70枚という少なさ、ショートストーリーの内容が異なるので、非常に貴重。さらに、古い作品なことからそのお値段は、338万円。ルナティックタイム。これでもまだ安い方。ちょっと前まで駿河屋では500万円だったようですよ。はぁ、500万ってベンツ買えんじゃん。一体どうしてそんなことに。それだけの貴重な作品なんですよ。まず特徴としては、ジャケット絵はロザリオ十字架を持った少女が描かれていて、レーベルの絵は紅白のチャイナ服を着た黒髪の少女といつもの東宝とは一味と二味も違うもの。CDR 版は幻想郷に迷い込んだ正直者8人が一人ずつ消されていく連続したストーリーとなっていて、珍しくかなりダークな作品なんですよ。めっちゃ面白そう。ストーリーの内容はこんな感じ。僕ら正直村はもともと8人だけだったのだ。全員で東の山に引っ越すことになって2年が経とうとしていた。正直退屈な毎日だった。ある日、一人が桃の木の脇に小さな穴を発見したんだ。そう、それから僕ら8人はこの楽園に迷い込んだのだ。そして僕、その一人は人間を、やめた。当サントラは、暗くて激しくて、東洋風に西洋風でジャズフュージョンにロックです。そういう曲が好きな方に聴いていただけると嬉しいです。結構ダークなので、いつ首をつってもいい方におすすめです。何言ってんだよズンさん。いつ首をつってもいい方におすすめというキャッチフレーズをよく思いつきますよね。ストーリーの時系列は東方高魔教の前日譚であることがほのかされていて、ラストで白霊霊夢と思わしき人物の独白が入ります。永遠の巫女はガチで神曲。ちなみに東方ヨーヨームでアリスマーガトロイドのスペルカード10層、首吊り蓬莱人形が登場します。これは10層、最高の上海人形の上位スペルカード。その他に〇〇人形というものが多く登場するのですが、蓬莱人形を含め、使い魔の名前なのか、人形の種類を指すものなのか、スペルカードの名前なのかは明確にされていませんね。二次創作では赤色を蓬莱人形、青色が上海人形でよく扱われるよね。ちなみにアリスの全人形についても解説しているので気になる方は後で見てみるといいですよ。あと東方栄夜賞で蓬莱の人の形の二つ名を持つ藤原の母校にも蓬莱人形というスペルカードがありますね。ちなみに栄夜賞のエクストラステージタイトルも蓬莱人形となっているんだぜ。このスペルカードを見ていると弾幕が円状になっているのですが、個人的に首吊りの時の紐を意識したのではと思っています。ああ、確かにアリスの人形も、音楽作品の蓬莱人形も首吊りだもんな。こういった意味深い作品だけにそれ相当のお値段となったのでしょう。いやー、値段で見る東宝もめちゃくちゃ面白かったぜ。本当にここまでの値段がつけるということは東宝プロジェクトがどれだけすごい作品なのかよくわかりますね。視聴者さんが高いけど買ってみたいと思った作品があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。